今まで使用してきた機材など、はい、そういうところでのはい、お話をちょっと聞きたいんですけど、はい、お願いします。そうですね。もともとギターとかベースをやったりはしてたんですけど、こういうなんか電子音的なものだと一番初めの方に話してたんですけど、メゴとかあとオテカとか、普通の電子音とかテクノとかよりもちょっとなんかずれたようなこととかをやってて、で彼らがどういう風な機材を使ってるかとか調べたりとか、インタビュー読んだりとかして、でしたらなんかプログラミングとかでコンピューターでなんかやってるっていうので、その中にMAX MSP とかあとスーパーコライダーっていうそういう単語が出てきてて、いやそれなんだろうと思って調べてて、それ MAX っていうのはなんか箱をつなげてプログラムをしてでなんか音楽を作っていくみたいなやつで、もともとそういう、例えばテクノとかみたいなやつとかだったらなんか普通にこうグリッドがあってなんか打ち込んでいくとか、あとノイズとかだったらエフェクター並べてとか、なんかそういう感じなのかなって思ってたんですけど、そういう作り方があるんだと思って、それはなんか面白いんじゃないかと思って、で初めにコンピューター音楽でその MAX を買ってみたりとか、あとはその MAX のなんかプロトタイプみたいなピュアデータってなんですけど、そういうのダウンロードしてみてっていうのが一番初めですね。だからそれでなんかいろいろやり始めて、それで MAX とかでもなんかシンセサイザーの仕組みが分かんないと、そもそもプログラミングができないんですよね。でそこからシンセサイザーの勉強をして、で MAX でなんかシンセっぽいものを作れるようになってっていうで、実際なんか鳴らすんですけど、当時割と MAX 音がなんかペラッとしてるねとか、なんかそういうのがあったりとか、でも多分きちっとした人が作るといい音になるんだろうけど、その時は自分はそんなにスキルもなかったし、なんか CD とかいろんな音源とかを聞いてて、なんか全然音が違うなと思って、じゃあアナログシンセってどういう音するんだろうと思って、なんか実物欲しいなと思って、一番初めにコルグの MS20 って1000文字なんですよね。あれ買ったんですよ。そんでそれ買ったらなんかやっぱりそもそも音が太いし、回路が多分なんだろうな、コンピューターだと普通に純粋にプログラミングしたものしかできないんだけど、そこになんか回路のなんか良し悪しが加わって、なんか謎の音のかっこよさというか音の太さみたいなのとかがあったりして、それであと MS20 だとセミモジュラーだからタッチもできて、いろいろ自由度もあって、やっぱアナログシンセとか実物のシンセって面白いんだなっていうふうに思って、でそれでしばらく MS20 使って、でも家でですけど、それでなんかいろいろやってて、でそれと並行してバンドもやってたからペダルもあって、でそれでソロとかでライブやり始めになってっていうふうにやってて、でだからそれと MS20 とかうまく組み合わせたりやれないかなっていうので、やったりとかしてたんですけど、やっぱなんか物が多くて、じゃあパソコンで MAX でプログラミングでなんかそれでやろうって思ったりもするんですけど、割となんかその MS20 とか一回触ってるとこっちの方が簡単にかっこいいくて暴力的な音が出るよなっていうのがあって、それでもっと自由度があって不確定っぽいようなことができないかなっていうので、なんかモジュラーシンセを買ってみようっていう風になったような感じです。それがモジュラーシンセの始めで、しばらくトリコになってバンドでモジュラーシンセでハードカーのバンドでこういうノイズっぽい音を作ったりとかしてたって感じですね。でそれがモジュラーシンセの始めで、やっぱそうするとやっぱハードウェアの音源の方がなんか面白いなっていう風に思ってて、そもそもコンピューター好きだからハードウェアでやってるのって面白いなと思って、でモジュラーシンセだけじゃなくていろいろリズムマシン買ったりとかいろいろ組み合わせてやってったりしてて、でしたらなんかそういうことやってるうちにモジュラーシンセドエッファーっていうメーカーがあって、90年代半ばぐらいにこのユーロラックっていう企画を作って、これ全部ユーロラックっていう企画なんですけど、縦の大きさとか横の幅のサイズ感とか、あと電源の仕様ですね、なんかバスの形とか、そういうのをドイファってメーカーが90年の半ばぐらいに統一させたんですよ。それ多分あれですね、ドットさんが前回の時に話を聞いてる出たすぐぐらいに試されてたんじゃないかなと思うんですけど、それで多分2005年とかぐらいですかね、自分はその5年後ぐらいに買い始めて、やっぱ面白いなと思って、初めはこの上1列ぐらいしか買ってなかったんですけど、その後なんか徐々に月に1個2個とか増やしていってて、それでどんどん買っていってたっていうのがあって、でも基本的にはドイファーシーケンさんとかはあったんですけど、なんかそういうのとかそんなに求めてなくて、オシレーター1回並べたりとか、フィルター並べたりとか、リングモジュレーター入れたりとか、普通のシンセだともうすでに並んでるからそれが変えられないんだけど、オシレーター2個あったらそのパッチをオシレーターを自分のオシレーターに戻すとか、2つあるならなんかこう戻し合うとか、そういう使い方ができて、普通のシンセでやっぱ全然面白くて、でそういうライブやって、かつリズムマシンとかを使ってってやつなんですけど、多分2000
2000年代後半ぐらいからドイファー以外のメーカーがいろいろ出し始めたんですよ。個人でやってるガレージメーカーとかが多分自分が買い始めた時はそんなになかったと思うんですけど、そのフォーマットに乗って個人のガレージメーカーがいろんなモジュールを作り始めたんですよ。まあ日本では全然なくて、それ海外のメーカーで結構作り始めてて、ちょうどその時、まあ、YouTube とかも多分出てきてて、そういう動画とかを見ててすごい面白いなと思うんだけど、でもなんか個人のやつってなんか怖くて買えないじゃないですかしかもなんかそうサイトとか見るとなんか3万4万とかだし、ああこれどうすっかなと思ったんだけど、でも何かを一回買ってみたら面白くて、まあ、ドイファーはドイファーで全然なんか、まあ、正統派みたいな感じでいいんですけど、なんかそれとは違った感じで本当なんかすごいオリジナルっぽいような感じの、まあ、モジュール、まあ、こういうのとかなんかもう一体何するか分かんないじゃないですか、パッと見とかなんかそういうの買ってみて、そんでなんかマニュアル見てなんかつなげてみると全然なんか今までと違うようなこともできるし、そうなんならなんか多分一旦コンピューターとかのそういう自動生成とか90年代終わりとか2000年代初めとかになんかそういう一旦めちゃくちゃ複雑化したコンピューターで複雑化したやつがあって、それを踏まえてこういうものをみんな作ってて、そんでそれがなんかすごい面白くて、でいろいろまあそこからものすごいより買い始めたっていう感じですね。でそこからこの中だけでそのリズムも作ったりするんですけど、パーカッションの音を作りつつ、そのシーケンサーもこの中にあって、でかつそのシーケンサーがその普通の打ち込みのシーケンサーじゃなくて、もっとなんか生成されるような感じのシーケンサーがなんかいろいろ入ってて、でローランド式じゃないってことですそうですねそうですね、あれいいんですけどね、そう並んでて、そういうんじゃなくて、なんならその BPM もその揺らせるとか、そういうこともできちゃうから、なんかそういうのが面白くて、初めはノイズだけ抽象的な音とかをやってたんですけど、まあ、そういう音もこの中だけでやってみようと思ってやり始めて、それでしばらくこれぐらいのセットでライブとかをやってました。最近はコンピューターだけでやるようになってて、なんてかって、まあ、これやればやるほどどんどんいろんなものが欲しくなるし、買えば買うほど機材が重くなってってお金もかかるし体力も使うし、そうっていうので改めてコンピューター見てみるとこれだけしかないのにいろんなことができるなと思って、こういうのを踏まえて、あとこれってなんか和音がめちゃくちゃ出しづらいんですよね基本的にはアナログシンセだとモノシンセというか1音しか出ないくて、割と今だとコード出せるのとかあるんですけど、増えてきてますよね。そう結構そうですね、そう今もうすごいシーケンサーもすごい増えてるし、その1個入れればそこからコードが出てくるとか、そう結構あるんですけど、なんかそれをやるならコンピューターでいいのかなとか思って、最近はコンピューターだけでやってる感じですね。そこにあるのはそうですね、一応、まあ、これがコンピューターですね。これがコンピューターですねこれがコンピューター。割ともうそれだけで完結。まあそうですね、完結はまあします。さっきちょっと言ってたスーパーコライダーってソフトがあって、さっき MAX って言ってたのは箱と箱つなげるみたいな感じで、プログラミングが簡単ななんかノードベースって言われてるやつなんですけど、スーパーコライダーってやつがもうほんと全部テキストベースなんですけど、普通にモジュラー申請を作れるような機能というか、まあ、素材みたいのが、まあ、すごい揃ってて、でテキストでモジュラー申請を自分で作れる感じなんですよ。だからちょっと手間がかかるんですけど、でもそれフリーであって、でそれ使ってなんかいろいろ作れば、まあ、これを完全に再現できないんですけど、まあ、割と近いものは再現できる、まあ、見た目はつまんないのかもしれないですけど、普通にノート。そうですね、普通にノート PC、こんな感じ。スーパーコライダーとかも、はい、マックスとかって本当にね、その90年代後半からそうですね、ずっとそうですね、まだ面々とありますね、スーパーコライダー、まあ、ちょっとバージョンアップしたんですけどほぼ変わらずある。ちょっと今の画面のところ見せてもらって。本当こういう感じで作って。そうですね、こういう感じで、あと、まあ、ソフト申請も普通に使ってるんですけど、動画とかネイティブインストゥルメントの FM8 とか FM 申請とか、当たになってる。さっき言ってたエラースミスが作ったレーザーっていうソフト申請を使ってるんですけど、こういうところでやるようなことはなんかこんな感じで作ってて、なんかここに、こうやって書くと、PMOSC って書いてあるんですけど、フェーズモデレーションで FM と同じなんですけど、FM のオシレーターが定義できたりとか、でこの FM をいっぱい並べて、でなんか他のところでなんかいろいろランダムですよね。なんかランダムにパラメータをわーって送ってなんかノイズっぽい音を出すみたいな。HTML 的な。そうですね。そうですね。テキストで完全に書いちゃって。そうテキストで完全に書いて。ライブの時は映像で映し出しながらやられてることがはいんですけど、その場でこう、なんですか、文字列をこう書いて、それでこう音が変化するみたいな感じ。そうですね。これはスーパーコライダーってやつなんですけど、ライブでやってる時はこれともう一つ、むしろこっちが
そのリズムパターンとかを作るのにメインになってるんですけど、タイダルサイクルっていうそうそういやライブラリーがあって、それはこんな感じでつっても、ほぼ似てほぼ同じだと思うんですけど、でこっちはリズムを作るんですよ。それじゃあライブの時は両方立ち上げてそうそうそう、流してるから、そうですそうです。でこっちはリズムを作る感じで、ちょっとごちゃごちゃしてるから分かりづらいんですけど、こうやって作ってたんだ。俺はグリッドで打ち込んでくるのかなってずっと思ってたけど。いやそうグリッドでじゃないんですよ。そうこの間のライブは。じゃあまあよくやってる人たちのものはライブとかではない。まあそうっす。ライブあるじゃないですか。はい、そうですね。そういう感じではないですね。でもなんかある意味グリッドベースっちゃグリッドベースで、例えばバスドラ9拍スネア9拍バスドラみたいな、そういう打ち込み方、こういう書き方をするんですけど、でもただそれを何回に1回ひっくり返すとか、確率で間引くとか、50% の確率で出すとか。あと何回かに1回横にずらすとか、あとこれもBPM をもう今度揺らすとか、そういうことが割と簡単にできて、しかもそれが書いて実行するとパッとパターンが変わるみたいな。長いものを作るときはちょっと考えなきゃいけないんですけど、ライブとかだと割とその短いパターンをどんどん変えていくっていうのが、リズムパターンを即興できるような感じですね。そう割と普通のパソコンで打ち込みだとリズムパターンって基本的にはそのままになるのかなと思うんですけど、だからそれ自体は即興できるような感じのソフトで、これはすごい面白くて、今はこれでやってる感じですね。MS-DOS とかそういう感じのまあそうですねそうですね、ちょっと前まではこれで持ちらしいんですよ、コントロールするっていうのもやってて、多分横須賀君は結構見てると思うんですよ割と去年まではそれでやってて、いろいろバンドやられてるじゃないですか。はい。でやっぱそれ用にこうモジュールをこう組み替えてやるみたいな感じなんですか。それは割とそんな感じで、なんか基本になってるものはあるんですけど、例えばパンクバンドっぽいのでやるとかだと、それをもうちょっとうるさくするような感じのものを選んだりとか、この辺のやつはもうほぼ変わらないで、その基本的なオシレーターですごい柔軟なオシレーターとかあるんですけど、それでもっとなんかランダムっぽいものとかを入れれるようなものをそれ足したりとか、あともうちょっとそのさっき言ってた TCS ってバンドとかだともうちょっと整理できるような感じの即興できるような、シーケンサーっぽいものを入れたりとか、ちょっとずつ変えてますね。それがめんどくさいんですよライブごとにやるのがネジ開けてこう入れてとか。その塊はこれはケーブルです。代名詞みたいな。そうですね、これはケーブルです。モデラ申請これだけだとならなくて、そのケーブルで一個一個繋いでいかないと全く何の機能もしないんですよ。なんでこれを繋いで音出すっていう感じです。じゃあ次はそのちょっと実演をしてもらうということで、はい、お願いします。はい。